皆さんこんにちは。今日は動画生成 AI についてのお話をします。それは動画生成 AI の使い方。それだけではなくて、先生が開発したコマーシャルに特化した GPTs これをご紹介します。いわゆるマネタイズツールです。動画のサブスクってなかなか高いですよね。みんな多分それに悩んでいると思います。あの人みたいにかっこいい動画を作りたいな。そんな風に思っても動画が生成 AI に音声付きもしくは音楽付きなんて作ろうと思ったら自分の使っている AI ではできないとかいろいろあります。今日お話しするのはレオ 3.1 の音声付きこれらを使ってお話をしていきたいと思います。それを使うのには今プライシングを見せますがあと1日とかいう風になっていますがこの間からこの1日というのがずっと続いてるんですね。今までも、このフィックスイールドというのを使ってみたかったんですけれども、やっぱり高いなと思っていたんですが、ブラックフライデーセールのようなセールがありまして、ウルチメイトという緑色のプランですね。49ドルのところが 29.4 ドル月額にしてですね。それでもですね、約4500円ぐらいかかりますので、1年間でというとですね、5万円ぐらいの費用がかかります。なぜこのプランを選んだかというとですね、ナノバナナプロこの一番下に書いてあるように、アンリミテッド無制限に使えるということがあったので、このプランを選んだんです。ジェミニも課金していますので、そちらの方でも作れるんですけれども、何せ今ナノバナナプロがとても日本語表現が良くなって、サムネイルを作ったりするのにとっても、重宝に使っているので、思い切ってフィックスイールドを購入しました。ここの中で使える動画というのは、とっても手頃な価格になっています。手頃と言いましても、10秒ぐらいの動画を作ろうと思ったら、22ポイントぐらいがかかるんですね。約150円ぐらいはかかるんです。まあ何せ動画生成 AI というのは、費用が高いものです。フィックスフィールドは安い方だと思います。高い安い、出たらですね。結局は使えないわけですね。そしてこれが例えば、1年ぐらい経って安くなったとします。するともうみんなが使っててですね。先行者利潤のようなものがなくなるわけです。やはりまだ皆さんが高いなできないな。もう少し先かなと思っている間に、マネタイズをしないとですね。みんなが持つようになってから、では遅いと思います。ちょっとプランの方に、横道がそれましたが、フィックスフィールドは、上のビデオというのを押すと、ビデオが作れます。冒頭に流したのは掃除機をすると、部屋が綺麗になるというような動画を作ってみました。これですね。もう一度流してみましょう。このようにゴミだらけの部屋がですね、めっちゃ綺麗な部屋に変わったというような動画です。それ以外にもチャンネル登録者は音楽をやっている方も多いので、音楽もちょっとお見せします。Breaking through the silence, hear the sound. We're taking over this sacred ground. こんな形でミュージックビデオの1シーンにも使えるということがあります。でも冒頭にも言いましたように、ミュージックビデオで YouTube で成功するとかいうのはとっても難しいです。じゃあどんなスキルを持てば未来に役立つんだろうと考えた時には CM というのは今現在15秒単位とか30秒単位とかそれぐらいの尺でコマーシャルが作られています。コマーシャルということは何らかの会社から要望があって作ったりするわけです。もちろん大企業の仕事なんてそう簡単には取れません。大きな広告代理店とかが間に入っていてですね。ビジネスをするというのも難しいところです。でも近所のパン屋さんとか、ケーキ屋さんとかお寿司屋さんとか、安いなら作ってほしいなというようなことがあると思います。価格は1万円でしてほしいとか、2万円でしてほしいとかというような、そういう価格帯だと思いますが、3000円でしてくれとは言ってきません。なぜならいわゆるサブスク代でもそれぐらいかかるからです。自分がサブスク代を払う費用をですね、月に1本でも2本でもそんなマネタイズができたら動画。作りの投資分は元が取れるというようなこともあるので、
CM というところに目をつけました。でも CM ってどう作るの？そう思うでしょうね。ですからチャット GPT で CM を作れるソフトを作ったんです。このドリンクさ、試してみませんか？スーパースポーツ。なんだこれ。走るたりに加速した。ついに男性はヒーローのような姿で街を駆け抜けるの。このドリンクね、すごいでしょね。コマーシャルクリエイタージョンというものです。これは AI がとっても効率よく認識できるジョン形式というもので、プロンプトができるようになっています。必ずジョンにする必要というのはありません。より一つ一つの命令やオブジェクトが整理されています。構造的に理解しやすい仕組みになっているので、間違いを起こしにくい。これが特徴です。難しい話は覚える必要はありません。ここでプロジェクト開始を押しましょう。すると一つ一つ質問を言ってきますので、答えていきましょう。例えばマイクを販売したい。そんなような CM を作るという風にしてみます。勝手に名前を付けましたが、超高音質のマイクボイスアトラス。こんなマイクのコマーシャルを作ってみましょう。この CM の雰囲気トーンを教えてください。ヒントが8つぐらい出ていますけれども、自分でもちろん言えばいいと思います。TTM ユーザーが欲しくてたまらない近未来の解体ステータス商品。こんな風に言ってみました。ここでどんな風に言っていくかということも、動画のクオリティにも関わってきます。何秒ぐらいにしますかということで、合計16秒で8秒にシーンという風に答えます後で、シーン数というのも聞いてきますので、それで答えてもいいということになります。質問3に聞いてきたんですが、それを飛ばして質問4を聞いてきました。シーンの内容や表現にする希望はありますか？ということでそれをコピーしてここに貼り付けましょう。1シーン目は暗いスタジオ、2シーン目は未来空間、今持っているマイクから。この商品に乗り換える構成こんな風に。ちょっと追加の要望も言って送ります。動画内に日本語テキストは入れますか？まだまだ日本語テキストというのは弱い部分もありますのでなしにします。はい、1番を選んだら映像とナレーション、そしてセリフのみで構成しますということです。その他に入れたい演出はありますかと聞いてきました。ですから、最後には綺麗で音程の良い見違えるようなアカペラとラストには、商品のズーム画像、日本語はダメですが、ボイスアトラスはマイクにも画像にも入れて、こんな風に要望を言いました送ります。そうすると5つのストーリーを出してくれます。ちょっと読んでいきましょう。1番目は暗いスタジオの旧マイクが、音を拾いきれず、光の粒子がマイクを包み込み、ボイスアトラスに進化。ラストは、美しいアカペラと未来空間へ。 DTM ユーザーの男性が今使っているマイクの限界に悩んでいると、空間が割れボイスアトラスが出現。乗り換えた瞬間、声の波形が極端に美しく整う。3番スタジオで歌うと、音が重く濁っているマイクを置き換えた瞬間、世界が未来空間へワープ。アカペラが澄み渡り、最後に巨大なボイスアトラスロゴが出てくる。4番暗いスタジオで旧マイクを机に置いていた主人公すると、宙に浮き光のリングが走り、ボイスアトラスにリプレイス音が幾何学模様となって広がる。5番旧マイクでの歌声は、平面的ボイスアトラスに文字変えた瞬間、ボーカルの音程が視覚化され、美しい光の階段のように上昇していく。未来演出、じゃあどれにしましょうか。3番これを選んでみましょう。すると詳細なシーンの内容がこのように出てきます。この画面が最終の確認です。暗いレコーディングスタジオ DTM ユーザー20代から40代どちらでも可能が古いマイクに向かってアカペラで歌う。しかし音は重く濁った波形として空間に可視化され、
スタジオの奥に滞留していく。ユーザーの表情は悪くないけど、何か足りないという微妙な不満。手元には古いマイクロゴなし光がわずかに揺らぎ、世界が変わろうとしている様子。その瞬間ユーザーがゆっくりと新しいマイクボイスアトラスに持ち帰る。マイクのボディにボイスアトラスのロゴが光る。シーン2というのはマイクを持ち替えた瞬間スタジオが破片のようにほどけ光の粒子となって未来空間に再構成される。背景は透明な音の波形が浮遊するホログラム空間。ユーザーが再びアカペラで発声すると、今度は完璧な音程の光のラインが立ち上がり、美しいハーモニーのように空間を舞う。声に合わせてマイクのロゴボイスアトラスが光のエネルギーに含まれる。ラスト1秒未来空間の中心にマイク本体がズームアップで現れ、ボイスアトラスの存在感だけを強く残してフェードアウト。この構成でよろしいですか？ということで、0と送ってくださいと言ってきています。0すると英語でのテキスト to ビデオ。そして日本語の確認用ですね。1つ目のシーンと2つ目のシーンをまとめたような文章。そしてここからです。JSON 形式のプロンプトを出してくれています。これを貼っていきます。コードをまずコピーします。そして、もう一度 BEO 3.1 を使います。Google BEO というのがあります。ここで 3.1 というのがあります。カストの方が手頃な金額で、22ポイントこれでできるようになります。時間は8秒が最大です。16対9の720この728,080もできますが、今回はデモですので、720で作ります。ではやってみましょう。今作っています。そして2つ目もやってみましょう。コピーをします。そしてシーン1、2というのは、BIOS3 上では、これを把握することができません。2つのシーンが関連のないようなシーンになることも多いんですが、先生のソフトはですね、そこらを工夫した形で出てくるようになります。2つに分かれていても、統一性そんなようなものが保てます。このプロンプトエリアを一旦消しまして、2つ目のシーンを貼り付けます。そしてジェネレートします。ここでしばらく待つことになります。ちょっとこの部分はスキップさせていただきます。完成しましたので、ちょっと聞いてみましょう。1つ目のシーンはですね、薄暗い卓録スタジオみたいなところでですね、旧来の骸骨マイクというのをですね、使っていたと。でもなんとなくいいのかなというような表情が現れシーンが切り替わるというところです。再生してみましょう。Oh, this feeling, I gotta let it go. こんな感じです。2つは確かめます。このようになったら動画ソフトで合成をしてみましょう。ダウンロードは右の方です。右の上角からダウンロードをします。アトラス01ということで保存します。前の方もダウンロードしましょう。1と2が間違いましたね。こちらの方をアトラス00にしてみましょう。そして先生の場合でしたら、ダヴィンチを立ち上げます。新規プロジェクトを立ち上げます。CM とでもしておきましょう。そして新規便いわゆるフォルダーを作ります。ダウンロードフォルダーからこれをドラッグします。そしてタイムラインに持ってきます。時間は15秒。これで切った方がいいようなところとかを探します。Oh, this feeling inside, I gotta let it go. はい。ちょっとここの隙間を埋めてみましょう。はい。後ろも短く。トランジションを入れてみましょう。はい、こんな風に入れますが、時間を長くしましょう。これでどうでしょう。
最後フェードアウトにしてみましょう。約1秒のフェードアウトです。最後にもう一度全体で見てみましょう。Oh, this feeling inside, I gotta let it go.15秒のコマーシャルがこんな風にできました。今回提供する GP キーズは商品とか PR したいものそういうもので動画を作るコマーシャル作りのための映像ツールということでやってみました。マネタイズに直結するような映像作りそれらをやってみましょう。この待ち時間の間に今日冒頭に流したものバージョン2というのも出してみましたので、それも見てください。お掃除バージョン2というのです。部屋の出方がちょっと変わりました。こんな綺麗な部屋に片付けができた。そんな感じでですね、掃除機のコマーシャル、こういうのを作ったらどうでしょうかというような提案でした。概要欄の方から見ていただいて、ノート記事の方に飛んでいただくと、このように購入ページがありますので、ぜひとも検討をしてみてください。2顔江島の村長先生の素晴らしい動画を、音声をリニューアルしてお届けしました。楽しんでいただけたなら、グッドボタンとチャンネル登録で応援していただけると励みになります。では今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。新しいマネタイズに挑戦していきましょう。ではまたね。